皆さん、ピラミッドはいくつあるかご存知でしょうか？実は一つだけじゃないんです。正解はこの後直接確かめに行きましょう。ピラミッドでかすぎて全然入らないね。エレベーターの作りが独特です。扉がない。サバヘルヘル弥勒です。エジプト2日目の朝です。今日はギザのピラミッドを見に行きます。エジプトのこの建物たちめちゃくちゃいいよね。シャワルマの店を教えてもらってます。とりあえずエジプシャンシャワルマを食べに行きましょう。Shawarma chicken. Oh, yeah. Shawarma beef. Oh, beef. Do Yeah, you yeah. want a small one, medium one, big one? はい。めちゃくちゃ美味しそうなビーフのシャワルマ。今から作ってもらいます。Now you are going to Giza, yeah? And we are go home. Go Ah, home. yeah, yeah, yeah. Go home. Our home. It's after Giza, like 5 kilometers. So, if you don't mind, we can share one taxi. よし、ビーフのシャワルマ買いました。このカザズっていうのかな。これはなんか地元で結構有名なチェーン店みたいですね。なんかここに椅子あるからこれで食べましょうか。なんかお店の前のスペース。ビーフのシャワルマはこんな感じ。まあ日本で見るなんかビーフケバブみたいなやつにソースはちょっと独特かも。いただきます。いただきます。ビーフは結構固めですけどしっかり肉の味がして美味しいですね。このホワイトソースみたいなやつは若干ピリッとするけど基本的には優しい味って感じ。パンもちょうど目の前で鉄板で少し焼いてくれてサクッとしてます。美味しいです。ウーバー乗る前にこちらのお店でお水買いました。10ポンド。ギザまでは40分か1時間くらいかかりますんでウーバーも少しクラスの高いやつにしました。正直そんなに違いはわからないけど。Close bed, close bed, close bed. Come, not same. No walk, no walk. No, okay. Walk. Yes. Come, this side the ticket. No, close. Okay. This way the ticket. I love you. What's your name? ミロック。Nice to meet you. Look, Yeah. you wanna go inside for a minute? Not camera, close. Okay. よし、700エジプシャンポンドで入場チケット購入しました。今回700エジプトポンドで入れるのはもう外側だけです。で追加でお金を払えばピラミッドの中にも入れるみたいなんですけど、一番大きなピラミッドは1500ポンド、4500円か5000円近くかかりますんで、今回は内部のチケットは買わずに外歩くだけにします。ウーバー降りたらもう客引きのお兄さんたちがもう無理やり手を引っ張ってチケットセンターこっちだみたいな言われるんですけど、No, thank you. Okay. Just wait. 1,000, 1 hour. You see everywhere. Okay, thank you. Because walk 20 kilometers. Yeah. 20 kilometers. Okay. I'm just walking. Walk 20 kilometers. Too 20? far. Look away. That's a price. Okay. 1,000, 1 hour. でチケットセンターこっちだよって言われてカード払いオンリーなんですけど、カードを貸せって言って俺が出してあげるカード渡せみたいなの言われててめちゃくちゃ怪しいんでそれ絶対渡さない方がいいと思います。チケットカウンターも一緒に来てカード渡せって言ってきたり、そのチケットを俺に渡せみたいなことを言ってるんですけど全部無視して自分でカードを、発見のおじさんに渡して自分でチケットを受け取るようにしてください。で券売所のおじさんもその少年には渡さないで直接私の手に渡してくれようとしてたんで、おそらく少年に渡しちゃうとまずいことが起きそうですね。気をつけましょう。公式の入り口のガードマンのおじさんたちもあいつには相手するなっていう風に追い払ってくれてましたね。ただ公式のお兄さんにチケット渡したらそのままチケット握りしめて今度なんかラクダの案内してくれて、歩いてはいけないと、大変だからラクダに乗りなさいっていうのを言われてて、チケットなかなか返してくれないんですね。で歩いて行きますって言ってんのに
全然チケット返してくれなくて、でなんか次のおじさんにチケットを引き継いで、そのおじさんもまたラクダに乗らないと一周できないし、いい写真撮れないよっていうのをずっと言ってくるんですよね。だからなのでチケットはもう無理やりでも取り返して自分で持っていくようにした方がいいと思います。すごいね、あの手この手でなんかチップをもらおうとしてきますんで気をつけてください。お金もカードもチケットも誰にも渡さないように気をつけましょう。さあそんなこと言ってる間にギザのピラミッド入場しました。もう私の方からは見えてるんですけど、めちゃくちゃすごいよ。さあ行きましょう。準備はいいですか？入場して人の流れに沿って右からぐるっと回って、ここが入り口なのかな。特に看板はないけど、おお入ってきました。ここが第一のフォトスポットなのかな。早く写真撮って次行きなさいってガイドさんたちが怒ってますね。看板とか全然ないから順路が分かりませんけど、人の流れに沿っていけばいいでしょう。お、ピラミッドが見えてきたぞ。おお、これがスフィンクスか。でっかー。これがスフィンクスですって。大きいね。このライオンの胴体と人の顔を持つ、守護神として考えられてるみたいですね。ただピラミッドができるよりも前に建造されたものらしいので、もしかしたら違う意味があったのかもしれません。前足長すぎじゃね。スフィンクスさんとツーショット。イエイ。はい、ここから先三大ピラミッドを見るにはかなりの距離歩かないといけませんので、ラクダに乗る方はここで交渉する必要があるかなと思います。1時間1000エジプシャンポンド3000円だから高いんじゃないかなと思うけどね。200 up there. No, thank you. Lambai. No, Come on. no, okay. 200. Thank you. $5. No. Hey, excuse me. 600円で行ってくれるよっていう話でしたけど、実際どうかね。後から追加されたりすることもあるらしいんで、断っとくのが無難かなと思います。ただ実際歩くの大変なんで乗るのはいいかなと思います。さあもう遠くにピラミッド見えちゃってますね。あれは2つ目に大きなカフラー王のピラミッドかな。まずは一番大きなクフ王のピラミッドまで行きます。結構遠いですね。ちょっと乗りたくなっちゃうけど我慢して歩きます。ちょっと近づきすぎてよくわからなくなっちゃいましたが、クフ王のピラミッド来ました。これ見て、ある程度は想像してましたけど本当にでかいです。このクフ王のピラミッドは高さ140メートルくらいあるらしいですね。4500年前にこんなもの建てられるって想像できませんね。この一つ一つのブロックの石が約 2.5 トンあるらしいです。何個積み上げられてんだこれ。やばすぎ全然入りません。ピラミッドでかすぎて全然入らないね。夕日とか夜のライトアップもとっても綺麗みたいですね。このギザ台地は19時までいることができるんですけども、最終入場は毎日16時午後4時らしいので、夕日や夜景を目指したとしてもちょっと早めに来ておいた方がいいと思います。おお、やっぱり少し離れたところの方が綺麗に見えましたね。カフラー王のピラミッド、やっぱり近くに行くと全然わからん。一回離れてもう一回見よう。改めましてカフラー王のピラミッドです。こちらもかなり大きいですね。これはこのギザ台地の中で2番目に高い建物です。カフラー王は、先ほどのクフ王の息子、その次の代の王様だと考えられているようです。そもそもこのピラミッドは、ファラオ、その時代の王様のお墓として建てられたようですね。今はカフラー王のピラミッドでしか見られないんですけども、
この上の方にはギザギザではなくてもう少しつるっとした、化粧板がついてますよね。もともとは同じようにこの化粧板が全面に施されていたんですけども、周りの街を作るためにこの化粧板、石材を剥がして使っていたそうなんですよね。それで今の形、この表面がゴツゴツしたギザギザの形になったみたいですね。クフ王のピラミッドも同様に当時は化粧板で覆われていたとされています。全面が輝く石で覆われているピラミッド、当時の姿はすごく美しかったんでしょうね。これはこれで味があっていいと思います。クフ王の大きなピラミッドの周りには3基の小さなピラミッドがあります。これは王妃のピラミッドとされているようです。こんな感じでピラミッドの目の前まで道路が整備されてて、ツアーのバスなんかも大量に来てます。楽してピラミッド見たいならツアーがいいかもしれませんね。すごい数のラクダや馬が待機してますね。あんまり乗ってる人はいないかな。青い空と綺麗な三角形がとってもかっこいいです。このピラミッドの四方は完璧に東西南北を指し示しているようです。昔の人ってほんとすごいね。どうやったらそんなのわかるんだ。当然ですけど全く日陰がなくてめちゃくちゃ暑いです。カフラー王のピラミッドの奥にあるこの小さなピラミッドはメンカウラー王のピラミッドと呼ばれています。メンカウラー王はカフラー王よりも後の時代のファラオ王様ですね。サイズが少し小さいのはその時の経済状況があまり良くなくて、予算の関係で小さくなったと言われています。とは言っても高さ60メートルありますからね、十分大きいです。でも一つが 2.5 トンもあるようなブロックをこれ何千何万何百万と積み上げてると思いますんで、相当お金がかかるでしょうね。ギザの三大ピラミッドって一箇所に集まってるんで、内部に入ったりしなければ結構すぐ見終わっちゃいますね。どうしようかな。例のケンタッキーでも行ってみますか。入り口付近に戻ってきました。こっからだと全てのピラミッドが見渡せますね。こっちの方が景色いいのかもしれない。はい、ギザのピラミッドでした。ここは大きな観光名所ですから、いろんな客引きのおじさんたちがいっぱいいます。で、うざいかうざくないかで言ったら大してうざくはないかなと思いますね。勝手にチケットオフィスに連れてってくれようとしたりとか、チケットを私のチケットを握りしめたままラクダの、ツアー、行きなさいって言ってくるおじさんとか、あとはもう握手したら絶対離さないみたいなお土産のおじちゃんとかいましたけど、しっかりノーと言えば多少は食い下がりますけれども、最終的には話してくれます。あとラクダとか馬に乗らずに自分の足で歩くのは一番楽しいんですけど、本当に敷地かなり広いんで、結構疲れます。入り口まで戻ってきました。ここからだと三大ピラミッドとスフィンクスが一望できて一番景色いいんじゃないかな。ケンタッキー、あれピザハットなのか、ちょっと行ってみよう。やべ、ケンタッキーは1階フロアらしい。2階3階はピザハットの席みたいですね。ミスったここピラミッド見れません。今回はペプシだって、しょうがないね。正直お腹空いてないんだけど頼んじゃったから食べましょうか。さすがにこれだけの観光地になるとやる気はなさそう。ポテトとかめっちゃ冷めてる。ジンジャーサンド、これめっちゃ冷たいんだけど、これパンが全く焼かれてないけどこういうもんなの。ピザハットからの景色はこんな感じです。ケンタッキーは微妙でしたけど、一回ホテルに帰ってカフェ行きましょう。
ホテルで荷物受け取って晩ご飯まで少し時間あるんでどっかのカフェ寄りましょう。静かなカフェが結構ありますね。今日も渋滞やばいですね。さっきウーバー乗ってて交差点曲がるのに20分かかりましたね。カピンカフェっていうのかな、ちょっとわかんないけど入ってみましょう。結構おしゃれでいい感じ。めちゃくちゃゆったりしてていい感じのカフェです。 C 社もありそうだね。アイスアメリカンも頼みましたけどお水もいただきました。とりあえずまずは冷たいお水だね。アイスアメリカーノも来ました。あれ50エジプシャンポンドだったかな。だとしたら150円、めっちゃ安い。今日はギザの三大ピラミッドを見てきましたけどもどうでしたか。正直中に入らず外側からだけ見る場合は、3つのピラミッドそんなに違いはなかったですね。カフラ王のピラミッドだけは、頭の方に、化粧石、綺麗な反射する石で覆われている部分ありましたけど、それ以外はあんまり違いはないのかなというふうに感じました。少し休憩したらエジプト名物、昨日も食べましたけどコシャリ、食べに行きましょう。で夜からはバスで、ルクソールに移動します。カプリカフェめっちゃ過ごしやすくていいところでした。ごちそうさまでした。晩ご飯食べに行きましょう。この近くにコシャリの専門店があるみたいです。大通りを外れたらめちゃくちゃ暗い道に入ってきました。でも人そこそこいるから大丈夫でしょう。今日の晩ご飯会場はこれです。アボータレクっていうのかな。ここはコシャリ専門店みたいです。期待しましょう。すごいテイクアウト。はい。うわ大混雑だ。とっても綺麗なお店ですね。混んでるな。3階に行きましょう。席空いてるかな。はい。Just one? Yes, yes, ma'am. You can share with someone? Yeah. 4階まであるんだ。すごいねこの店。めっちゃ大きいね。壁にはいろんな有名人の写真なのかなあります。はい、just ma'am。よし、ついに座れた。なんだここめちゃくちゃ高級レストランみたいな感じですね。ここはコシャリ専門店なんでもう食べるものはコシャリしかありません。あと水を頼みました。よし、まずは水。うわー結構冷えてていいね。おーコシャリ来ました。めちゃくちゃ美味しそう。Yep. Number one. Oh, okay. Vinegar? Yep. Vinegar. Okay. Oh. Spicy? Spicy. Very little, okay? Yeah, yeah. Spicy sauce. Oh. Okay. Yes. Wow. Onion? Yeah. Onion. Yeah. Wow. Big piece? Thank. Hey. Joy! Thank you. Good appetit. Yep. よし、コシャリめちゃくちゃ美味しそう。これを豪快に混ぜていきます。辛いのも結構入れてくれたけど大丈夫か。さあ専門店のコシャリいただきます。めちゃくちゃ美味しい。基本は一緒ですけども、茹でたパスタとマカロニ、あとライスと、豆で、その上にミートソースがダバーッとかかってる感じですね。でソースはお店によってちょっとずつ違うみたいです。このミートソースはトマトソースがねめっちゃ美味しいんだよね。このたまに入ってるフライドオニオンがザクザクしてて食感がすごくいいです。なんか別に作りたてっていうわけでもなくてもう伸びきったパスタなんですけど、なぜかめちゃくちゃ美味しいんだよな。毎日食べても全然いい感じ。やばいやばい、これ炭水化物のオンパレードなんですけどめちゃくちゃ量多い。美味しいけどこれやばいよ。一人前の量じゃないね。頑張ろう。
苦しい。一食でこんなに苦しくなるの久しぶりですね。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。 See you next time. Yes, see you soon. My best コシャリ。店員さんの去り際のウインクがめちゃくちゃかっこよかったです。ごちそうさまでした。いや本当に美味しかったですね。おそらくエジプト一美味しいでしょうね。まだ2回しか食べてないけど、今日はギザの3大ピラミッドを見て美味しいコシャリを食べて最高の一日でしたね。この後は夜行バスで次の都市ルクソールに向かいます。それではトゥスバラヘール、またね。バス停付近の道路はかなり複雑です。目指すはあの背の高いヒルトンホテル。うわーやばすぎ。チケットを買ったゴーバスオフィスのすぐ隣にありますヒルトンホテルの前がバスステーションみたいです。空港からのバスで降りたところと一緒です。タフリールのバスステーション、ここでバスを探しましょう。ここですね。ゴーバスたくさんあるからちょっと聞きながら行きましょう。時間的には23時発だからこれっぽいけどね。聞いてみよう。Go to Luxor? 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 لا No? no. لازم نركب. あれやっぱりこっちだったっぽい。一人席を取りましたんでここです。よし、ここから10時間の長旅だ。長旅のお供にスナック買いました。10エジプシャンポンド、安い。一人席にしましたけど結構席空いてるんで2人席取って横になって寝た方が良かったかもしれません。でエジプト最大の宗教施設と言われているみたいですね。こんな大きな塔どうやって建てたんだこれ。おお、来た来た来た。これが列柱の森だ。これが数千年前に作られたんで信じられませんね。これさ丸焼きだな。さっきのローカル店みたいなところ有名なぼったくり店でした。もうコーラでも買ってすっきりしましょう。